韓国ソウル地下鉄シチョン駅。着いた。ほんまにソウルの中心部。そんなシチョンの駅から出て今日行くところはこっちや。行くで。駅出て歩いてると目についた疲労回復剤。その下に酔いざましの薬。いやもうこれ薬や手奥や。ビール氷入れて飲んでる。東南アジアで飲んでる。いや俺もこういうの年齢的にも必要やで。まあ今日もお酒飲んでしまうしな。そうか、こっから見えんねん。後でもう一回行きますわ。だってまだ閉まってるし。そう見えたのはスンネムン。一般的に南大門とか呼ばれたりするけどな、韓国の国宝でもある。知ってる人も多いと思うけど、ここスンレムンは2008年に放火事件があった。この姿は復旧された姿やけど、安全性が確認されたものは大部分は再利用したと聞く。本当に復旧されてよかったなぁと思う。放火される前のスンレムンの写真探したらあったわ。こうやって見たら実際よく復旧できたなぁと思うけど、細かく見たら使ってる木材が違ったりするんやろな。中通り抜けできんのか。考えてみれば通り抜けるの初めてかもしらん。なんか天井に書かれてる。うわ、龍縁起ええやん。今年の干支やし、なんかちょっと得した気分。ここには見守ってくれてはる人おるわ。変な事件起こらんようによろしく頼みます。俺が変な人は思われてるわ。さあまっすぐ。ポスト。さっきとは違い高い建物が並ぶエリアに入ってきた。でそこから路地に入らなあかんねんけど、ほんまにここで合ってんの？不安やな。一本入ると雰囲気が全然違いすぎ。カード。もう最後の方に限っては横やで。もうこうやって見なあかん。痛い。なんで電柱見てこんなならなあかんの。で歩いてたらまた懐かしいもの発見。これそうやんな。韓国ってもうほぼ現金持たへんから久々に見たで。シボン。これ確かブルゴクサの塔やんな。それも久々に見たけど、そういや何年か前韓国のシボンパンを発祥にした日本で10円パンみたいなの売ってなかった？ 10 円パン言うから10円で食べれるパンかな思って。ご飯10円でパン食べれるわけないやろ。いつの話をしてんねん。行くで。着いた。早くもう腰。いやこのミシュランの数、これは社長さんかな。豚足持ってタボン。その親指信用してますぜなんて思いながら軽快に階段を上って入店です。こちらのメニュー、まず最初に出てくるのはセットメニュー。まあこれ頼む人は多いやろな。そして単品の豚足にボッサン、あとは辛い豚足にネンチョッパルまであんねや。サイドメニューもかなり多い。てか多いって料理。もうこれほぼ辞書やで。分厚いな。そして各テーブルには豚足を乗せるヒーターかな。とにかく温かく食べれるってことか。じゃあ早速頼んでいこう。만 세트 하나 주세요. 만 세트. 만 세트 진짜 안 드릴까요? 네네네. 아 그리고 소주도 한 병 주세요. 진로. 진로요? 예예예. 危ねえ。メニューの多さで忘れそうになってたわ。そしてすぐ何かが運ばれてきた。マンドゥーク。これサービス。中にはマンドゥーとお餅が入ってる。それと同時に用意してくれた基本のおかずはムセンチェ、サンム、漬物、ニンニク、青唐辛子にサムジャン、あとはセウジョ、そして大量のキャベツ。きた。ミシュランの腕のようにぐるぐる。ミシュランのあのキャラクターが世界で一番古かったって知らんかったで。ローリングとは言うてみたものの、俺はミシュランよりもガマちゃんやけどな。やっと焼酎が目の前に。ちょっと落ち着いたところで店内に漂うチョッパルのええ匂い。それをつまみに一杯。蒼天や時違えども同じ空。ありがとうございます。さて食べる準備していこう。今日はもうちょっとあったかいから上着も脱いだれ。脱いでちょっと不安になる。せや後ろにエプロンがある。セロも飲むんやけど今日はガマちゃんやしな。あったガマちゃん装着。今日は守ってくれよ。まずは最初に出てきてるこいつからや。温かく入浴中失礼いたします。おおブクブク言うてる。うまそうや。見た感じめちゃくちゃ熱そうやから
とりあえずお皿の上に移動させてあげる。とりあえず上から全体夫婦。もうそれだけじゃ絶対足りひんの分かってるけど、俺の食欲が我慢できない。素早くマンドゥを確保。そして一口。一瞬命の危険感じたけど、プリプリとした柔らかいマンドゥが口の中に広がる。これほんまにサービス？サービスでもらってると思うといきなり美味しく感じる現金な男。まだ行くで。焼酎を飲んだ口にこのマンドゥクッが染み渡る。ただメニューにも書いてあったけど、おかわりは別料金。素早く手は無煎茶。白いスープもん食べたらこういう無煎茶食べたくなるよなとか思ってたら、向こうから運ばれてきた無煎茶はまだ口から出てる。急いで飲み込もう。とりあえず急いでこれだけ食べよう。けど目は豚足、口はマンドゥーク。完璧。新たな気持ちでスタートや。まずは頂点でキラキラと光ってるこの皮の部分から取っていこう。もちろん肉もついてるから、その肉の部分も一緒に取っていかなあかん。これはもうよく豚足食べるときにあんねん。分離してまうねん。でもこうも見て、このキラキラ、目が眩しい。目から外して、まずは網の塩辛を少しつける。引き上げた途端匂いがほわっとする。そのまま一口。大地に触れていたその足は宙に行き、太陽の光でもう一回目が潰れてしまうやろう。まずは舌の上で感じるプリプリとした柔らかさ、それに加えてしっとりとした肉の部分、お互いに支え合うこのコンビネーション。気づいたら俺の唇には天然のリップクリームが塗られてた。そっちがそのコンビネーションやったら、俺はこのコンビネーション。一度手をつけると止めるのが難しくなってまうよな。再び網の塩辛にまた分離。でも俺はすかさずパクリ。お前を置いてくるわけなんかないやん。しっとりさの中にも歯ごたえを感じながらうなる。そういや、これおかずと一緒に運ばれてきてん。これなんや、大根の水キムチかな。だったら俺好きやで。ちょっと飲んでみよう。全然違う。何これ。そういや、さっき店員さんおっしゃってたな。これや、ドレッシングやって言ってた気がする。テンション上がると聞き逃すことあるから困るわ。キャベツもりもりやな。ちょっと一気に入れすぎた感はあるけどパクリ。続けてパクリ。もう一つおまけにパクリ。俺結構キャベツ好きなんよ。もう俺はこれ昆虫や。そしてこのドレッシングもうまい。さっきちょっと飲んでもうたけど、ニンニクとレモンの味が絶妙に合う。続けて今度はお肉の部分を中心に。結局分離はしてまうけど、どうせ後から食べるしな。通ってきた道に足跡を残していく豚足。置き去りにはさせへん。小さくても十分に感じる美味しさ。次はサンムを2枚お皿の上にきれいに広げてあげる。肉も2切れサンムの上に滑り込ませる。超真剣。端からゆっくりお肉に包んであげる。ポジャン。そして大きく一口。脂身の部分ばっかり食べてると油っぽくなるから、こういうサンムと一緒に食べたらさっぱり美味しい。もう一段階アップグレード。これで油を流せばさっぱりさは2倍、いや100倍。今気づいた。これ入ってるやん。俺好きなやつ、チョロギや。この味と食感が好きなんよ。以前ドラマの撮影後に行った鑑定食屋さんで、これなんやっていう動画上げたら視聴者さんがいっぱい教えてくれた。チョソクちゃん、もう覚えたで。豚足はいろんな食べ方ができる。お肉を確保。生ニンニクをつかみ、サムジャンにしっかりつけてあげ、お肉と合体。まだまだ青唐辛子も合体。崩れんといてや。大丈夫そうか。ちょっとだけ我慢してな。精密機械を触るように慎重に持ち上げる。よし、これ、うわー、落ちる前に口の中に入れたった。全部、いや9割ぐらい。ニンニクと唐辛子も合うよな。油物には唐辛子貴重よね。しかもここの唐辛子そんな辛くなくてさっぱりもさせてくれるし、ほら余裕。こういうさっぱりさせてくれるおかず類はセルフコーナーがあるからいくらでも取ってこれる。チョロギを前歯でカリカリしてたら、セットのもう一つのメニューが運ばれてきた。にょろ。
名前の通りお盆や。綺麗に並べられとる。それを申し訳ない気持ちで破壊していく。食べていかなあかんからな。今日一日の中で一番右手を使ってる。あ、赤いやん。で白いやん。で飛ばすやん。でもガマちゃん、破壊神の前には守護神。くだらんこと言ってる間にええ感じに混ざってきた。で横に避けておいた卵を乗せる。おお、食欲がそそる。ですぐ避ける。何のために置いたんや。再び右手には頑張ってもらい、麺をたんまり取っていく。麺はすぐにもブラックホールへ突入。コシのあるしっかりとした歯ごたえのある麺が俺の顎を満足させていく。1個しかない卵、貴重や。だからすぐ食べる。ここの豚足はもともとしっかり味付けがされてる。だから別に他にソースなどをつけなくてもそのまま美味しくいただける。で俺が個人的にここの店でこれはええなと思った食べ方、それはキャベツ。足りひんな。キャベツ畑に行ってたんまり取ってくる。それを少しドレッシングにつけてあげる。じゃん。キャベツ畑に豚さんが迷い込む。豚足って最初の一口二口ぐらいはその油っぽさが良かったりすんねんけど、ずっと食べてるときついやん。そしてこのお店は産地がないからこのキャベツがよう合うんよ。ガマちゃんともキャベツ畑で戯れる。そしてもう一つ、まあベーシックな食べ方やけどこれもうまい。麺が優しく着地、上から肉が覆いかぶさる。これよ、シンプルイズベスト。お箸で持ち上げた量はシンプルではないけど大きく一口でいく。これやからセット外されへんのよ。こうやって食べたいからククス必要やね。俺はお前でお前は俺だ、そんな相性。ちょっと何言うてるか全然分からへんけど、唐辛子食べてちょっと目覚まそうか。皿の上には骨がついた部分だけが残る。これは足の部分やな。これこのままかぶりついてもええねんけど、ちょっと待ってて。そう、用意してくれたビニール手袋。骨は手でかぶりつかんと美味しさ2倍になるから。慣れた手つきで大学病院に研修医として就職。手術中のランプが光る。この部分はコラーゲンが多い部分やからプル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 吹っ飛んねん自分で。そしてパクリ。いやいやほんまに柔らかいねんけどうまっ。細かい骨あるから気をつけて。ただ骨の周りについてる肉も前歯でカリカリネズミに変身。ぽい、お口直しに無線チェ。もう一本。骨。骨は食べててんけどこれ骨だけやで。もう骨折れた時にこれでくっつけてもらおうかななんて思いながら舐めていく。ぽい、そろそろククスの方も少なくなってきた。ここのククス俺からしてみれば少し辛めに味付けされてんねんけど、それがまたこの豚足の油をキャッチしてくれるんやろうな。外科に配属。運ばれてきた時から自身の存在をアピールしてたこの骨。歌えるでこれ。まあとにかく肉を探し歩き続ける。肉を見つけてはガブリ、さらに見つけてガブリ。俺は荒野にさまよう狼や。鋭い目つきで肉を探す。ひぎひっくり返し再びガブリ。もう俺この骨使って世界で初めてのバトン選手になれるんちゃうかな。名前はウルフで。ほいギュッ。食後の水分補給。これもだんだん少なくなってきた。ペロッ。これがウルフの本能。鍋にある全てを皿の上に移していく。サービスで出してくれたけどやっぱりこれあってよかったなと思える一品。完食。スプーンに乗ったお餅もパクリ。お盆の上から伝わるこのクライマックスの雰囲気。麺よりも野菜が多くなってきてるけど、それがまた最後の合図。一口。ワイシャツ着ててネクタイ締めてお盆持ってたらウェイターやでなんて思いながらこちらも完食。そして豚足も最後の一本。正直今日はちょっと食べ過ぎた。言っても俺は大食いで売ってないからね。いっぱい食べるの無理やからね。と言いながらもこんな目で肉を見る。獲物を探す。最後のウルフガブリ。ぽいシュッ。さてそろそろこいつも最後の一杯ぐらいになってきたな。ガマちゃんおらんかったらこんだけたくさん食べられへんかったで。だから最後の一滴まで。ミシュランのキャラクターのように世界に羽ばたけガマちゃんなんて思いながら最後の一杯。忘れてた。チョロギが2つ。セルフバーで食べれるからもうちょい食べればよかったな。今日はよく俺を守ってくれました。そういやこれずっとあった。セットについてきてんのか。
じゃあこれは持って帰ろう。本当の消化薬。シチョン駅にあるソウル三大豚足屋さんにも数えられるミシュランにも選ばれた豚足屋さん。店出てサイダー飲もうかな思ったら、とりあえず消化薬。トゥッコビガマちゃん近いかい。プデチゲ屋さんの名前やったんか。ガマちゃん飲まんとサイダー飲んでもうてるわ俺。浮気バレてもうたな。いやいやもうこれは違うねんって。これセットでもらったやつで。もう一回飲み直す？いやもう今日は入らへんってお腹。ほんまに食べ過ぎてんねんか。ちょっと短い時間でいろいろあったけど、とにかく豚足はうまかった。大満足や。再びこの前に来た酔いざましの薬。まあここで売ってんやろ。いやずっと閉まってるけど、これいつ開くねんこれ。でも今は飲みすぎよりも食べ過ぎの方欲しいねんけど、サイダー飲んでさらに腹いっぱいやし。歩きながら自分の腹から鳴るタプタプという音を聞きながら、今日の食物語はこれでおしまい。チャイもごすみだ。